はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ キャロルプロ TWS です。キャロルが出てから半年ぶりぐらいのリリースになるのかな？そうなるわね。内部のパーツも見えるクリアスティックタイプだ。外観はキャロルと全く同じ。ここのフィルターがちょっと違うぐらいかな。キャロルプロをキャロルの充電ケースに入れても充電できるわ。充電ケースがだいぶ変わってかなり小さくなったね。本体が取り出しやすくなったと思うんだけど。そうね、こっちの方が使いやすくて好き。充電容量が減ったみたいね。400から 300mAh になったみたい。でも蓋の裏側のシールは 400mAh って記載なのよね。プリントミスかな。キャロルからの主な変更点は充電ケースと LDAC 対応になったことでいい？スペック比較では赤枠で囲った部分が改善点、青枠がキャロルより減った部分ね。でも本体の連続再生時間は伸びてるし、10分の充電で2時間効けるってことだから実質全然問題ないじゃん。高純度コバルト3リチウムバッテリー使ってるんだね。Bluetooth バージョンも 5.3 から 5.4 になって、この恩恵が受けられるデバイスで接続できれば本体稼働時間はより伸びるんでしょ？確かに稼働時間1時間伸びてるわね。価格は4000円台で販売しているところが多いみたい。安いショップだと3000円台も見かけたよ。この性能だと安いと言っていいのかな？いいんじゃない？ジャックさん、聞いた感じはどうでした？キャロルより中高域以上が少し落ち着いて、低域はより重たく深みが増した感じかな。上の DSP の技術なんですかね。あと LDAC 対応になったことですよね。そうだね。情報量増えるから音以外の空間表現とか残響の部分に差がついてくる。チューニングにも変化あった。波形比較の結果は後ほどね。アクティブノイズキャンセリングはキャロルと同じですね。最大約 55dB の6マイクハイブリッドアクティブノイズキャンセリング。詳細はキャロルのレビュー動画の時に触れたけど、不自然さはあまり感じなかったね。風切り音は強風だとどうしても避けられないけど、車とかバスの走行音は低域がほぼカットされるし、外音取り込みも強すぎず弱すぎず自然な感じ。通話品質もなかなか良かった。あとノイキャンオフとハイパフォーマンスモードで軽音モード、音ゲーの遅延があんまり気にならなかったんで、レイテンシーは結構優秀なんじゃないかな。じゃあキャロルプロの波形だね。先端が楕円なんでイヤーチップはバンドル品が同音感に収まらず、今回はウィーザー ET 卓でうまく測定できた。キャロルプロはノイキャンオフからオンになるとレベルが 0.7 デシベルぐらい上がる。この比較ではレベルは合わせてある。オンになると低域が持ち上がって中高域がちょっと下がってるね。キャロルとの比較でも傾向は似た感じかな。ノイキャンオフ同士だとかなり似た感じ。そしてキャロルのノイキャンオフ音もあんまり変化ない。ざっくりそんな印象だね。今回はこの2モデルのノイキャンオンの状態を収録してみたよ。コーデックはあえて SBC に揃えてる。音収録の基準をキャロルにしているんで、キャロルで聞くと違いがより分かりやすいかも。収録時 Bluetooth の電波干渉でノイズを拾っちゃったんで、有線モデルほど綺麗に撮れなかったけど勘弁してね。 TWS はいつも大変よね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
なんですけど、2つのモデルのつなぎ目のタイミングが微妙に違っていたように思うんですが。そうだね。それにはこんな理由があるんだよ。これを見てもらおう。キャロルとキャロルプロの収録波形じゃん。これがどうしたの？同じソースを収録したんだから、この時点でタイミングが合わないなんてことはないと思ってたんだよ。実際、曲の最初の部分に同期用のカウント入れてるけど、この時点では当然合ってるわけ。だけど次の画像、開始5秒でずれ始めてて、38秒あたりではずれ拡大。そして厄介なのが、曲の終わりではほぼずれがなくなってることなんだ。一体何なのよ。有線モデルでも起きるの？いいや、これは TWS を収録した時だけ。過去にも結構あったんだ。必ず起きるってわけでもないんだけどね。なるほど。で、このタイミングを合わせたんですか？そう、ダウソフトのタイムストレッチを使ってる。ブルーの波形を基準にしてピンクの波形を合わせていった。全体を一度に合わせるとうまくいかないんで30秒ごとぐらいに区切って合わせた。それでも微妙に合わない部分も出て、合わなかった部分に愛ちゃんが気づいたってことなんだよ。そうだったんですか。大変でしたね。これって TWS の伝送精度なんですか？きっとそうなんだろうね。ってことは微妙にリズムがよれた状態で聴いてるってこと？これを見る限りそういうことなんだろうね。電車内とかで通信状態が悪いと曲が一瞬スピードアップしちゃったりした経験ない？ああ、時々ありますね。遅延してたデータをまとまって受け取っちゃったような感じですかね。専門家じゃないんでこれ以上のことはわからないし、視聴してて気になることはまずないだろうけど、今回これの修正でかなり時間取られちゃったんでピックアップしてみた。すっかり脱線しちゃったけど、キャロルプロとキャロル、この特徴の違いはサウンドチェック内にコメントした通り、キャロルに比べキャロルプロは低域がやや強めになり、中高域はキャロルよりやや落ち着いた感じになっているということ。音質に関してはどちらがいいってことではないけど、歌物中心に聞くならキャロルの方が前に出るんでいいかも。ただ波形を見る限りどちらも 6kHz 付近を持ち上げてて、通常ここを落としているモデルが多いんで、聞いてて慣れるまで少し時間がかかったけどね。まあ TWS だし、外で使うの前提だと多少音作りが派手な傾向でもいいのかなって思う。キャロルプロは LDAC 対応が注目ポイントでしょ？リスニング時情報量も当然増えるよね。そうだね。実際音の深さはキャロルプロって感じだったしな。バッテリー容量はキャロルより小さくなったようだけど、小型の充電ケース取り出しやすくていいよね。キャロルを買いそびれて気になっている人にはいいんじゃないかな。ジャックさんは KZ の TWS だとエクストラを気に入って結構使ってるでしょ？キャロルプロはエクストラよりいい？キャロルプロを常用してみたいと思った？結構ストレートな質問だね。キャロルの時はちょっと小域が目立って薄さのようなものを感じたけど、キャロルプロは聞き始めから印象良かったんだよ。だから常用してみたいと思ったよ。なるほど、結構気に入ったんだね。愛は買うの？キャロル同様、ノイキャンもしっかり聞いていたので、愛はキャロルプロ買っておきます。はい、ということで KZ の TWS、キャロルプロのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。